んにちは、ちゅうぼうです。今回は海外旅行での不安を解消、スリ対策5選を紹介します。せっかく楽しみにしていた海外旅行でスリの被害に遭うだなんて絶対に嫌ですよね。今回はそんな皆さんの不安を解消できればと思います。スリの手口についてですが、今はいろいろあるみたいですね。公共交通機関で混雑の中近づいてきてっていう定番系もありますし、もう真正面からドーンってぶつかってくるようなパワー系もあるみたいです。あとは前の人が落とし物をしてそれを拾ってあげた時の別の仲間の人がとか、集団で囲ってくるグルのパターンだったり、あとはもう刃物でカバンを切っちゃうみたいな、そういう手口もあるみたいです。本当に私たちの想像の範疇を超えるような手口があるので、どれだけ対策をしていても被害に遭ってしまう時は遭ってしまうものなんだとは思います。でだからこそ対策はしておきたいですよね。まず基本になりますが、もうほんと無防備は絶対にやめましょう。日本にいる感覚で海外に行くともう本当に完全にいいかもになってしまいます。日本ではね、口の閉まらないバッグ持ってても怖い思いだったりスリの被害に遭うことはあんまないとは思うんですけど、そういうものを持ってったりとか、スマホをね手持ちで無防備に持ったりとか、貴重品やスマホやカバンをテーブルの上に置きっぱなしにしちゃうとか、そういったことはね絶対にやめましょう。最近ではね、日本でもスリの被害が増加しているっていうのをニュースでもよく報じられています。でも海外に行ったら日本よりももっと高い確率で起こるんだということをまずは認識して行動をブラッシュアップしていければと思います。ではスリ対策、まず1点はこちらの、私も使っているんですが、セキュリティポーチの使用になります。こちらはですね、これはお腹に巻きつけるタイプと、これは首下げとか肩掛けにできるタイプになります。はい、貴重品を入れておけるセキュリティポーチですね。どちらも身につけておける、特にこちらは体に巻きつけておけるので手放すこともないっていうところが私的にはすごく安心かなって思います。で、私みたいにちょっとで抜けてる人なんか、スリ対策以外でもなんか忘れ物防止とかのためにもね、こういうところに巻きつけておけば安心かと思います。なんかトイレに行った時にスマホ置いて忘れちゃったとか、パスポートなんか出した時にテーブルとかどっかに置きっぱなしにしちゃって忘れちゃったっていうことがないかと思うのでおすすめです。で、こういうのもなるべく服の下に入れることがベターだと思います。服の上からつけちゃったらね、結局ここに貴重品ありますよっていうのを大々的にアピールしているだけになるので、こういうの服の下に入れておくっていうのがベターです。で、私はモロッコに行った時はウエストポーチ型のセキュリティポーチをお腹に巻きつけて、これを腰の後ろにぐるっと回して、私はスウェットパンツを履いていたんですけど、そのスウェットパンツの中に入れ込むって感じですね。腰の後ろの腰に入れてパンツの下に入れる。で、その上からリュック背負ってたので、物理的にもあんまり人がもうアクセスできないような感じにしていました。で、もちろんね、この後ろの方に入れとくにしても、電車とかバスに乗った時っていうのは注意してください。結構ね、バスとか電車とかだと後ろの席からこの隙間を狙ってこう取ってくる人とかもね、やっぱそういう手口もあったりするらしいので、必ずしも後ろにあれば安心というわけではないので、その時の状況に応じてベストな形っていうのを皆さん見つけてもらえばいいんじゃないかと思います。ただ私はモロッコにいた時はそういった形でつけていました。なのでリュックやカバンの中にダイレクトにお財布入れとくの不安だなっていう方とか、貴重品とかなるべく身につけておきたいなっていう方は、こういうセキュリティポーチっていうものがあるっていうのを知ってもらって、選択肢の中に入れてもらえればいいかなって思います。続いては南京錠やカラビナ、ザックカバーなどを利用するということです。バッグのファスナーとかに南京錠とかカラビナとかをつけておけば、簡単に開かないですよね。ここで大事なのは、スリの方に簡単に開かなそうだなって思わせるっていうことがすごく防犯につながるかなって思います。スリの人っていうのも狙いやすい人を狙うわけじゃないですか。簡単に取れそうだなっていう人をやっぱり狙いたいと思うんですよ。難しい人にはね挑まないと思うんです。だからそういった意味でも南京錠をつけてるとかカラビナつけてるっていうだけで防犯意識のある人だなって思わせることができると思いますし、実際に開きづらいっていうのもあるので、いかにスリの人に狙いやすいなこの人って思われる可能性を低くするかっていうことがスリに合う確率も下げると思います。私は人混みとかちょっとなんか危ないなって思うところに行くときはもうファスナー掴んでますし、荷物もギュッとここら辺にね耳に寄せて歩くようにっていう風に気をつけています。で、私は基本的にバックパックとかで移動と
とかはするんですけど、バックパックもなるべくね移動時はザックカバーをつけて、すぐにファスナーとかなんかこうカチャッと開けられないようにっていうのを意識するようにしています。続いてはスマホは手持ちしない、ポケットに入れないということです。結構ね iPhone なんかは特に海外で撮られやすいってよく言われてます。私もいろいろ旅の参考に見ていた旅系の YouTuber さんの Vlog なんかでは2人くらい見ましたね。スマホ盗まれましたって言ってる方なので、本当に結構あり得るものだって思うといいのかなって思います。手口としては手に持ってる時にバイクでひったくられるっていうことが多いみたいですね。もうほんと一瞬にしてパッて取られるみたいな。でそれで持ったままで引きずられちゃったっていう方もいらっしゃるみたいですし、最悪の場合は本当に命の危険もあるそうなので、本当にスマホを無防備に持っていると危険だなと思います。私はちなみにこの100均でも買えるこういう首とかから肩から下げられるショルダーでこうやってスマホを持つようにして、でここでこうやって持つようにしていますね。もちろんこれだけで安全、これだけで絶対取られないっていうわけではないです。これが 100% 防犯になるってわけではないんですけど、いかにもすぐに取れるなって思われないようにっていう意味でもこうやって身につけるようにしています。海外でのスマホはね本当にただ手に持ったりとかどっかに置きっぱなしにするとかは気をつけてください。カフェで休憩してる時にスマホをそのまま置きっぱなしにして会話に夢中になっちゃってる間にさって取られちゃうということもね結構あるみたいですよ、ヨーロッパの方とかでも。なのでその点は本当に気をつけてください。続いてはですね、現金を分散して持つということです。もうこれは最悪スリの被害に遭っちゃった時のことをきちっと想定して準備することも大事だと思うので、一つの財布だけにお金を集中して持ってしまっていたら、その財布を盗まれてしまったらもう一発でアウトじゃないですか。なので現金っていうのは何個かに分散してリスクヘッジを取るということもとても大事だと思います。どうしてもね不安なので1個のところにまとめて気をつけておけばみたいなっていうのもすごく気持ちはわかるんですけれども、1個だけにまとめてそれをスリに取られてしまったってなってしまうともう本当にね無一文になってしまう、困ることになると思うので、カードだったり現金は分散して持つっていうのがいいかと思います。でカードもね何種類か持っていくといいんじゃないかと思います。仮に1個の財布に入れてたカードと現金が盗まれちゃったってなった場合は、そのカードをね止めてもう1個のカードがあればなんとかそのカードでやりくりするっていうこともできるかと思うので、カード何種類か持っていってそれで現金とかも分散して持っていくっていうのがベターかな、ベストかなと思います。であとは何かあった時の緊急時のリストをまとめておくというのもすごく心構えとしていいかと思います。実際にスリの被害に遭っちゃったりトラブルに巻き込まれたってなった時に大使館の住所とか電話番号がすぐに分かったり、クレジットカードの問い合わせ先が分かれば、アクシデントとかトラブルがあった時ってもうそれだけでも結構ねパニックになっちゃったり落ち着かなかったりっていうことがあると思います。特に慣れてない海外とかだと余計にねどうしようどうしようってなっちゃうかと思うんですけど、そういった時に必要な情報がまとめられていればその分スムーズに行動もできるかと思うので、いろんなトラブルが起こった時の連絡先っていうのを控えておくと便利かなって思います。実際に私もねウズベキスタンでクレジットカードをなくしてしまったっていうことがあるんですけど、これはねウズベキスタンの Vlog で見ていただければわかるかなって思うんですけど、その時はねちょっとわかんなくて母にねもう電話してちょっと代理で止めてもらったりとかいろいろやってもらったりはしたんですけど、その時にやっぱりそういう備えっていうのあると大事だなって思ったので、今はね結構 Google マップとかにも行く旅先の日本大使館とかねピン刺したりとか、なんかなるべくそういう風にすぐになんか困った時にもパッと対応できるようにっていうような準備っていうのは最低限していくようにしています。旅先にガイドブックを持っていくようなんて方はね、ガイドブックとかにはよくそういうクレジットカードだったり大使館とかの連絡先とかそういうのなんか後ろの方とかどっかにまとめて書いてあったりとかすることもあると思うので、ガイドブック持ってくっていう方はあそこにあったなっていうのをこうなんか頭の片隅にね置いたりとか、ガイドブック持ってかないよっていう人はなんかそこを写メ撮ったりとかスマホにメモで残しておくとか、それだけでも安心かなと思います。以上がスリ対策5選の紹介でした。皆さんが安心安全に楽しく旅ができることを私某私も祈っております。
また実際にスリの被害に遭ってしまったっていう方は、そういったこともね、貴重なその経験談をぜひコメントで教えていただければと思います。それが実際にスリ対策でこの動画にたどり着いてくださった方がそのコメントを見てまた学びになるかと思いますので、ぜひねその経験談というのをコメントにて教えていただければと思います。また別の対策してます、もっとこういうことも大事だよっていうことがあれば、ぜひそちらもねコメントで教えていただければ私も勉強になりますし、見ていただいている視聴者さんの方も勉強になるかと思いますので、ぜひ皆さんのお知恵を貸していただければと思います。よろしくお願いします。この動画が面白いなと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画を見て感想などもぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。